はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回はこちらのコンバーターですね。ブルックのウィングマン FGC-VX っていうね、新製品の方をレビューしていきたいと思います。こちらのコンバーターですね、以前ご紹介した FGC2 っていうね、こちらのコンバーターの後継機になっています。FGC1 と2のね、いいとこ取りをしたようなコンバーターになっていてですね、対応機種もPC、PS4、PS5 っていう風にですね、PS4 が増えていたりとかですね、対応するサードパーティ製コントローラーも FGC2 のものが使えるっていうことです。でね、届いて開封してそのままですね、このように PlayStation 5につなげてやるとですね、なんとね、こちらのですね、特に最近有名になったコントローラー、ブリッツ2なんかも使うことができました。そんなですね、非常におすすめのコンバーターについてですね、代理店の株式会社チャプスターブルックさんから提供いただいてレビューをしていきたいと思います。そしたら見ていきましょう。はい、エボジャパン2025のサイトちょっと見ていきたいんですけども、ね、ブルック社製のコンバーターといえば、このね、大会で唯一使用が認められているコンバーターになっています。でね、このエボジャパンですね、もちろんですね、ストリートファイター6とかがね、一番有名な格ゲーの大会になっているんですけど、スポンサー欄を見てみると面白いことにですね、レバテックさんとかね、あるんですが、プレイステーションとかね、なかなかですね、インゾーンとかですね、これ要するにソニーが協賛しているのかなっていうことになると思うんですよね。で、私ですね、このソニーが協賛しているっていうところすごくね、気になってですね、以前の動画ではですね、はっきりとですね、プレイステーション5で、このコンバーターを使うっていうことが規約違反なのかどうかっていうのをね、ちゃんとですね、白黒完全にははっきりしていなかったんですが、あれからですね、私もですね、プレイステーションの窓口に問い合わせをしてみました。こういった大会でも使用が認められているということは、プレイステーション5で使用しても問題がない、利用規約違反ではないということですかっていうふうに聞いてみたんですが、サポート担当の方ですね、30分ぐらい調べてくださってね、はい、その通りですと。もちろんですね、PSN 規約にも違反はありませんと、使用していただいて問題ありませんっていうふうにですね、回答をいただきました。加えてですね、Apex Legends を運営している EA の方のサポート窓口にも、問い合わせをしたところですね、規約違反ではないという回答をいただいています。ということでね、もうこちらのコンバーターもね、含めてですね、ブルックのコンバーターを使って Apex のランクを回しても問題はないと。完全に利用規約違反ではないということが分かっているっていうね、そういうコンバーターになっています。はい、そしたらブルックウィングマン FGC-VX のスペックをね、モノルの方でチェックしていきたいと思います。といってもね、カラーと価格ぐらいしか見るところっていうのはないんですが、カラーですね、こちら、背面が青色になってます。前作 FGC2 の時はですね、背面黒色だったんですね。このぐらいの違いっていうところですね。で、パッケージなんですが、前作2パターンあったんですが、今回は1パターンだけっていうことになってますね。で、価格は9980円っていうことで、FGC2 の時からね、据え置きっていうことになっています。今回ですね、概要欄の方に Amazon と楽天の方のリンクを貼っておきたいと思いますので、ぜひそちらからチェックをしてみてください。はい。で、こちらのね、ウィングマン FGC-VX ですが、そのままね、開封した状態で使えるコントローラーっていうのをですね、今からですね、私が確認したものだけですね、ちょっと並べていきたいと思います。すごい量になります。まずはですね、こちらのブリッツ2ですね、こちらはもちろん使えますし、このブリッツ 2TMR も当然使えます。はい。で、同じですね、ビッグビッグ1ですね、モジョンの、レインボー 2SE も、使えましたし、ゲームサーのですね、サイクロン2が使えました。はい。で、こちらですね、フライディジのベイダー4 Pro も使えました。はい。Xbox の最新のね、Xbox シリーズコントローラーですね、純正コントローラーの方も使えましたし、はい。こちらですね、デュアルショック4も使うことができました。実はこの DualShock 4っていうのをですね、PlayStation 5に直接投げても使えるんですが、DualShock 4に対応していないゲームだとですね、使うことができないんですよね。それをね、FGC-VX で使えるようになるっていうことです。
さらに私は個人的に大好きなコントローラーですね。追記のエボトップも使うことができます。私もですね、いろんなコントローラーレビューしてきてですね、その全てのコントローラーをチェックしたわけでは全くないのでですね、これ以外に私がレビューして持っているコントローラーでもですね、繋ぐことができるものっていうのはかなり多くありそうです。ぜひね、コメント欄の方でですね、このコントローラー使えますかっていう風に聞いていただけたらですね、私が持っているものに関してはチェックしてね、返信したいと思いますので、ぜひね、聞いてみてください。はい、そんなわけでですね、かなり多くのコントローラーが使えるね、コンバーターだということが分かっていただけたんじゃないかなと思います。はい、それでこちらのグラフがですね、デュアルセンスエッジを基準としてですね、ストリートファイター6を使ってですね、1P にデュアルセンスエッジ、2P 側に対象のコントローラーっていう風にしてですね、同時に、ほぼ同時にですね、弱パンチを打った時にですね、どのぐらい遅延に差があったかっていうのを表したグラフがこちらになります。で、背景がですね、グレーの方が直接プレイステーション5に接続したコントローラーですね。プレイステーション5対応のコントローラーのみこれができるっていうことになってますが、この背景が青色のものっていうのがこの FGC-VX を使って接続したコントローラーっていうことになります。かなり、高速なコントローラーであるサイクロン2なんかはですね、デュアルセンスエッジよりも速いなんていう結果が出ている通りですね、ものすごくですね、遅延はやっぱりね、少ない、コンバーターなんじゃないかなというふうに思いますね。オート 42M16 っていうのが、レバーレスのね、格ゲー向けのかなり高速なコントローラーなんですが、こちら有線で直接接続すると 50.96ms で、FGC-VX を開始すると 67.13ms ってことで、60フレームに換算してだいたい1フレームぐらい遅れてはいるんですが、他のコントローラー見ているとですね、サイクロン2とか直接接続よりも1フレーム遅れているっていう感じはあんましないですね。なんでこのあたりですね、ちょっとコントローラーによってですね、遅延がね、大きいものや少ないものっていうのはちょっとね分かれてたりするのかもしれないですね。随記エボトップもね、有線接続だとデュアルセンスエッジと全く同じ遅延っていうねところがあったりとかしてね、非常に速かったですね。ブリッツ2はね 71.8ms ということで、他のものと比較するとやや遅めではあるんですが、その差は4ms とかなんで、ほとんどこの差を感じ取ることっていうのはできないんじゃないかなっていうふうに思います。FGC-VX に接続するときは X インプットとか PC モードとかね、そういった接続方法で接続することになりますが、この時のね、遅延の傾向っていうのは大体ですね、 PC 接続時と同じと考えていただいていいんじゃないかなと思います。なのでですね、ある程度、PC での遅延っていうのが参考になるかなと思いますね。サイクロン2は非常に速いコントローラーですし、随記エボトップなんかもかなり高速なコントローラーですね。そういったところ参考にしてですね、使っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。総じて FGC-VX ね、コンバーターなんですが、コンバーターを返してるとは思えないようなね、かなりの超低遅延っていう風に歌っているだけのね、性能はあるかなっていう風に感じました。そしたらですね、Wingman FGC-VX の使い方についてですね、ちょっと解説していきたいと思います。まずね、こちら箱の中身っていうのをね、見てみるとですね、こんな感じで箱の中にですね、この本体が入ってました。これを取り出してもらってですね、こちらにですね、接続方法の解説っていうのが載っています。なのでこの通りにすればいいんですけども、こちらですね、PlayStation 5の背面の USB ポートにつなげたですね、延長ケーブルなんですが、このね PS5 の背面ポートにこのように、先端をね挿します。はい、それでですね、使いたいコントローラーをこのようにですね、有線ケーブルでこちら側にですね、反対側の方につなげてあげます。はい、これだけですね。これで接続が完了したので PlayStation 5を起動して、接続をしていくっていう形になります。はい、今こちら PlayStation 5を起動したんですが、もうすでにですね、このコントローラー認識されています。ホームボタンですね、ブリッツ2だとこのメーカーのモジョのね、マークがついているところの、このボタンをですね押してあげると PS ボタンを押したっていう判定になりますので、このようにですね、普通に認識して使うことができますね。はい、これでですね普通に遊ぶことができるようになりました。 Apex ちょっとやっていきたいと思います。はい、問題なく動いてますね。
実際私の設定の通りにですね、背面ボタンとか、ショルダーのボタンとかもしっかり動きますね。新しいレベルということはつまり新しいマシンをアップグレードするってことだね。僕のことだよ。はい、全く問題なく遊べてます。はい、2000発ぐらいちょっと撃ってみたんですけど、全然ですね、この、FGCVX を返したことによって遅延が増えてるっていうような感覚はないですね。すごくスムーズに動いてくれます。よいしょ。ちょっと試しに巡航を直接接続してみてですね、どんな風に違いを感じるかっていうのもチェックしてみたいと思います。はい、デュアルセンスの方もね、試してみたんですが、コントローラー自体の違いっていうのは感じますけど、それ以外でね、特に、遅延が大きいとかっていうことは全く違い感じられなかったですね。今これ 120fps で動作させてるんですけど、正直 PC と比べてもね 0.05 ですか 5% ほどエイムアシストが強くなるっていうことで、その分こっちの方が当たるんじゃないかっていうぐらいの感覚がありますね。意外とですねプレイステーション5特有の遅延っていうのは思ったほど大きくないのかなっていう気はしますね。確か実測値ベースで言ったら20ミリセカンドから30ミリセカンドってところなんですが、意外とねこれいけるなっていう感じがしますね。もうちょっと FGCVX を介してですね、いろいろ遊んでみたいと思います。はい、というわけで、プレイステーション5でねランク回すとちょっとねスマホみたいになっちゃうので、カジュアルを数戦ですねやってきました。やっぱりですね、いざ実戦となると、ちょっとね、プレイステーション5らしい遅延と、すごいエイムアシストのね、強烈な吸い付きっていうのを感じることがありましたね。はい、このシーンとかもね、多分 PC 版だとあんな風にですね、ワンマがするっていうところじゃなかったかなっていう気がするんですけどね、やたらとね、ビタッと吸い付いたなって感じですね。はい。そういうところはやっぱり PC と PS5 でですね、また違ったゲームかなっていう感じがするぐらいな、違いっていうのを感じました。ただですね、じゃあプレステ5とかの方が簡単かって言われるとそんなことなくてですね、むしろ私の悪い癖みたいな、こういうなんかちょっとエイムがしっかり合ってないのに打ち始めるみたいな癖がね、そういうところがね悪い方向に出やすいのがプレイステーション5かなっていう気がします。しっかり狙って多少打ち始めが遅れても、確実に当てていくっていうことがね大切な感じがしてですね、これはね別に PC 版もね同じことなんですけど、なんか PS5 版はもうさらにそれが強烈な感じがしてですね、なんかね、ちょっと自分の下手なところをね、発見させられたような感じがしました。このカジュアルのマッチは最終的にこのねピースキーパーっていうね、ちょっと強すぎる武器のおかげでですねチャンピオンを取ることができたんですが、この辺りとかはねそういうことを意識して打てたので、割とね良かったかなっていう気がしますね。実際プレイしている最中はですねコンバーターを返してるなんていうことはね全く意識の中になくてね、普通に、有線で直接接続しているような感覚で、遊ぶことができました。なんで、このコンバーターですね返しても特別何か不利になるとかっていうことはねほぼないんじゃないかなっていうふうに思います。はい、以上ですねブルックの Wigma FGC-VX コンバーターを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。とても遅延がね優秀だったなっていうのはね、どうやってこんなことが実現できるんだろうなってね正直思ったぐらいだったんですが、すごくね性能のいいコンバーターだったかなっていうふうに思います。
特に PlayStation 5でね、ブリッツ2を使いたいとかですね、Apex でね、いろんなコントローラー使って遊びたいよという方には、とてもね、いいコンバーターなんじゃないかなって思います。私もね、ものすごくいろんなコントローラーをね、買って遊んだりしてますけど、コントローラー変えるとまたねゲームの感じっていうのが変わって面白かったりするんでね、ぜひね、私と同じようにですね PlayStation 5でね、いろんなコントローラーを使って遊んでみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。以上、モノルでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。